はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月28日月末までの星の解説とタロットを見させていただきます。お願いします。3月の末か4月ぐらいになるかと思うんですが、YouTube のメンバーシップをやろうかなと思っています。また準備ができたらきちんとご案内させていただくんですけれども、メンバーシップの特典を何にしようかなと今考えているところなので、もしこんなことをやってもらえたら嬉しいなみたいなご意見があれば、よかったらコメント欄で教えてください。はい、よろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのクイーン、カップ7、ワンド7、ソード2、運命の輪、ソード6の逆、そしてワールド。気をつけることは大切がカップ5の逆とソード10とオラクルが節制です。すごくいいじゃないですか。強いですよね。なんかこうね、ダイヤルカナボンボンボンと出ているので強いなって感じがします。ちょっとまだ星の話ですが、2月の18日以降っていうのは太陽が魚座に入ってくるということで、少しなんかこう優しいエネルギーになるっていうのかな、感情的に何か昔の嫌な記憶が溶かされていくとか、自分を優しくしようとか、夢を大事にしようみたいな、そういう波動が強くなる感じがするんですよね。でそのエネルギーっていうのは水亀座の皆さんにとっては自分の感覚っていうところにすごく響くんです。要するに優しい波動のエネルギーが今、この空気感の中にあるとすると、それを魚座の皆さんはキャッチして、もっと自分を信じてみようとか、もっとこの感覚大事にしよう、もっと自分の直感信じてやってみようみたいな形で、理屈ではなく感覚が非常に肥やされる時だと思っておいてください。でそしてこの感覚が肥やされることによって、何が一番大事かっていうのを自分の中で分かり、そこに向かっていけるって感じがするんです。で例えば現実社会の話でいくと、お金のことっていうものが非常にクローズアップしやすい時なんですけど、お金がクローズアップするっていうのはいいことだけではなくて、何かお金がかかる、こんなにお金がかかるとか、やりたいことがあるけどこんなにお金を作らなくちゃいけないとかね、なんかそういうふうにお金を通して見えてくる世界観っていうものがもしかしたらあるかもしれないんです。だけどそれは今の経済状況がこうだからできるとかできないとかではなく、その出来事を通して自分の感覚っていうものをもっと肥やしていこう、もっと本物に近づいていこうっていうようなその流れだと思っておいてください。でそう思った時にこの星ってカードで見たらもうバッチリって感じがしたんですね。でもう少し星の話させていただきたいんですが、まず2月24日から逆行していたね火星が順行に戻ります。でこの火星っていうのはずっとそうね、もう去年から、去年のいつだろう、12月の7日ぐらいから自分の健康面とか日常生活とか、その働き方とか時間の使い方とか、そういったところにすごく影響していたので、中には忙しかったですとか、ドタバタしてましたとか、やらなきゃいけないことがたくさんありましたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、逆行していた時っていうのはそういうふうに感じやすいんですね。でもそれがようやく順行に戻ったので、ようやく自分の望むように生活を整えていけるとか、自分が望むように働いていけるとか、なんとなく今まで足かせを感じていたものが外れてスムーズに、進めていけるよっていう、ちょっと問題が解決に向かいやすくなるようなエネルギーなんですよね。でそれもまたその働くというエネルギーとか義務を果たすっていうエネルギーがすごくポジティブに活かせやすい時なので、ご自身が自分の感覚、自分の真実っていうものにつながっていれば、その働くことや仕事をすること、何か義務を果たすことっていうものもすごくうまくいい形で関わって、そんなにストレスを感じることなく物事をこなしていけるよっていうタイミングになってきます。この2月の後半はね。そして2月28日が新月なんですけど、これの新月っていうのは先ほど言ったここからどうやってお金をうまく増やしていこうかとか、自分の感覚や自分の価値っていうのをもう一度見直そうとかっていうそういったことに意図すると非常にいいんですが、28日を待たずとももう18日からそういうエネルギーって入ってきているので、もうすでにそれを意識して過ごしていただいてもいいんじゃないかなって感じはしました。そしてそうね、カードで見た時の入り口がカップのクイーンなので、非常に自分の中に、優しさや
思いやりや愛情を受け取る許容スペースがあるよっていう感じもしますし、それをすでに受け取っているのかなって感じがします。何か自分の中からこのやらなくちゃっていうその義務感ではなくて、何か感覚的に生まれてきているって感じがするんですね。でこれはとてもいいことです。とてもいいこと。なぜならばこれはこの10日間だけの話ではなくて、やっぱり大きなエネルギーとしては自分で自分の人生を作っていくよねっていう、建設的にチャレンジしていく人生のタイミングになっているので、なんか自分を信じてやってみようかなっていう、何かが湧き上がってこようとしている感覚っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね。でそれとてもあります。でまだそれがはっきりしてなくても大丈夫です。とにかく今は可能性っていうものをどんどん無限に自分から膨らませておいてほしい感じがします。でちょっとここまでの間ではなんかやりたいことはあるけど、でもやはり現実を考えたらこれはできないよねとか、現実を考えたらこうすべきだよねみたいな、非常に現実的な制限の中でできることを考えていたっていう感じなんですけど、もっと宇宙はもっと自分の可能性を広げるように応援してくれてるんですね。なので自分の意識が開かれれば開かれるほど無限の可能性が流れ込んでくるっていう感じがあるので、カードで見るとまだ自分で自分のことを制限してるって感じがちょっとあるんです。あんまり大きく変わらなくていいみたいな、うまくこなせればそれでいいっていう感じはあるんですけど、でも運命の扉がここでバーンと出てるので、何かチャンス来るじゃないですかって感じがしたんです。でこれはもうチャンス24日でもいいし25日でもいいし、特に2月25日ぐらいっていうのは非常にインスピレーションがビリビリきそうな感じがして、なんかひらめく、受け取れる、ひらめくって感じがするんですね。でその後28日からじゃあ決めますみたいな感じ、もう現実的にスタートさせてもいいですし、別にこの流れに関係なくご自身のタイミングでやってもらってもいいんですけど、やっぱ運命の輪っていうのはそのチャンスが来るよってことなんですね。チャンスの扉が開かれますよっていうことがこの未来のところに出てくるってことは、やっぱチャンスが来るんだと思うんですね。だからどんなチャンスが来たのか、もしよかったらそれもコメントで教えていただけると嬉しいんですけど、それはチャンスが来たからその来たチャンスの扉に入ろうっていうよりも、ご自身が自分のことを信じて何かあれもいいなこれもいいなってこう思ってるからこそそのチャンスが開くって感じがするので、ぜひ今のこのエネルギーを生かそうと思ったら、とにかく自分を肯定することを心がけておいてください。でチャンスの扉が開いたとしてもですね、その全てがもう順風満帆にいくっていうわけではないので、なんか自分ではいやこれうまくいかないなとか、だなこうだなっていうのは感じるかもしれません。普通に現実で生きていく上ではね、問題だったりとか足かせだったりとか時間的制限というのはあると思うんですが、でもね、その頭で考えている自分がうまくいってないとか、もうちょっとこうできるはずだと思うこのスピード感とは違って、ちゃんと物事っていうのは整えられていってるよということで、やはりこの最終カードもワールドということなので、要するにご自身の前に提示されたこのチャンスの扉の中に入って、本当にそれでいいのって思いながらもちゃんとその世界を体感できるよというふうに言われてるんですね。すごいですよね。そこに至るまでのちょっとした注意があり、なんか一見うまくいってないかのように思うかもしれないけど、そこに救いの手が差し伸べられてくるんだよって感じがあるので、本当にピンチはチャンスだと思って豊かな目で現実を見てみてください。そして対策として言われているのも、カップの5っていうのは自分が望んでいる形の状況ではないかもしれないですね。でも後から考えたらそれでよかったよねっていうのが後から分かるよってことなので、なんだか自分をこうゴリ押しして無理して自分を犠牲にして何かをするっていう感じじゃないですよっていう感じで言われてます。なんかまるでこの自分が望んでいることを現実化させようと思ったらもう本当に死ぬ気でやらなくちゃいけないと思ってるかもしれないんですけど、そんなに苦しいものじゃないんですよみたいな感じです。そして要するに自分ではまだまだだって、もっと遠い星の世界の話とか遠い夢の話と思っているかもしれないけど、そこに手が届くよねっていうふうに言われてるんですね。節制です。ちゃんと現実の世界と自分が思ってる世界っていうのはちゃんと橋がかかり、そのバランスっていうのは取っていけるんだよっていうのがあるので、何か重要な気づきがこの2月の後半あるんじゃないでしょうか。ぜひちょっとねアンテナを張り巡らせておいてくださいね。それを踏まえた上でお仕事見てみます。仕事、ペンタクルスの
ナイトとソードエースですね。キング、ペンタクスキングが出てます。この時期にひらめいたことや自分が挑戦したこと、やろうとしたことっていうのは非常に長い時間をかけて成熟していくような仕事のチャンスがあります。ですからすぐに何かやってすぐに結果出るっていうものではなく、時間をかけてゆっくりと育てていく。でその育てていく価値がありますよっていう感じで言われているので、いいと思います。そして人間関係もいいと思いますよ。仕事を通しての人間関係、ゆっくり育っていく、長く付き合っていけるような人との関わりがあったり、でもちょっとそこには自分なりに勇気を持って一歩を踏み出さなきゃいけないっていうのはあるかもしれません。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、カップの8ですね。そしてカップの6、そしてお月さんということで非常に感情的にいろんな変化がありそうですね。人間関係においてはまずはやはり下手に期待しすぎるのをやめようみたいな感じがあります。他者に対して、誰かに対して、なんか言わなくても分かってもらえるかなとか、そういうのはやめようって感じですね。そして自分なりに譲れない部分とか分かってほしいことっていうのはちゃんと相手に伝えていこうと。そして伝えていくことによってそれは満たされるっていう感じで出ています。で後からあんな風に言ってよかったかなとか、ちょっと自分の言ったことや行ったことに対してのちょっと気にしてるっていうのはありますが、でも、それは感覚の中で感じるものなので、なんていうのかな、人間関係というのでこれが出てきてるっていうのはすごく今全体のところでも言ってみたいにすごくこの感性っていうものがすごくビリビリくる時なんですよね。なので他者の思いやりとか他者の思いっていうものもちゃんと水亀座の皆さんは組んであげることができる。だからこそ変に相手に過剰な期待するのをやめて、自分が望むような関係性っていうのを自分で作っていこうというふうに切り替えていけるっていう感じがしました。でそれをすぐにはなんか相手の反応っていうのはないかもしれません。でもこの投げかけているエネルギー、この時期に水亀座の皆さんが投げかけたエネルギーっていうのは非常に後々満足となって帰ってくる感じがするので、気にしないでください。自分の望むようにやってみてください。ただなんだろうな、2人で協力して何かをしてますとかっていうような感じではなくて、物理的にもしかしたら距離があるかもしれませんが、思いは通じてるとか、思いは投げかけてみたらちゃんと後から受け取ってもらえたとか、そんな感じです。少しだけタイムラグがある感じなんです。でも感情的にちゃんと満たされますからねっていう感じで言われてますね。想像力を働かせて感じるしかないですね、これは。はい、そんな感じなんですがいかがでしょうか。何か通じましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、最後にもう一枚、オラクルカード引いてみましょう。このカードが出ました。いかがですか。このカードを見て何かしら感じることがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかね、非常に感情や感性が敏感になっている時なので、もしご自身が自分の調子が良くてポジティブに捉えられるとしたら全てをポジティブに捉えられる。だけど自分の調子が悪かったりネガティブに捉えたら全てがネガティブに見えるみたいな感じがあるんですね。でさっきカードで言っても運命の輪が出ていてチャンスがあっても何かそれをチャンスだと捉えられないかもしれないけど、ちゃんと後から見たらその世界をうまくいってたなって分かるよとか、対策のところでもなんか自分は犠牲にならないといけないんじゃないかって思うかもしれないけど、そんなことないよとか、思ってるほど辛いわけじゃないんだよっていう、その今の自分が想像してるよりも違う形かもしれないけど、その方がうまくいいんだよ、後でいいんだよってなるように、ご自身が捉えている世界観っていうものは少しちょっと違うかもしれないんですね。さっき人間関係のところでもなんか見えないエネルギーの交流はあるんだけどはっきりとした証拠はないみたいな感じもあり、それのことを不安に思うか安心だと思うかっていうのはその人のその心の状態によるんですけど、オラクルカードとして出てきたのが人の噂話とか人の顔色に惑わされないでねっていうカードが出ているので、それを注意しておいてください。自分がそもそもの今回の大きなテーマはって言ったら、自分のことどれだけ信じられますかとか、自分をもっと認めましょう、肯定しましょうっていうエネルギーですよね。それが試されてるんだと思ってください。
他人の噂話とか顔色は関係ないっていうふうにしてくださいね。それさえちゃんと気をつけてればチャンスも開かれ、自分のが行きたい方向だったりとかチャンスっていうのはちゃんと手がかかるよっていうふうに言われてます。はい、ということでここまでにしておきます。次回3月2日までにまた次の動画をアップしたいと思います。ということでぜひいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。